は皆さんからよく質問いただく私の食器、茶器、キッチン用品についてご紹介していきたいと思います。グラスやマグカップ類だけでこんなにたくさんあるのでテンポよく行きたいので、今回は前編お話形式で動画を回させていただこうと思っています。では早速始めていきたいと思います。まずはグラス類から。グラスだけでもうこんなにあって、しかもほとんどが独身時代から持ってるもので、どれだけコップ類持ってるのって感じなんですけど、まず一番よく質問いただくのがこれ、ブルーボトルコーヒーのマグカップグラスです。ちょうど大きさがすごく使いやすくて、二重構造になってるからデスクの上に置いてても水滴が気にならないので気に入って使ってます。あとはこのダブルウォールグラス、台湾のイングーで購入したノーブランドのものです。中が緑になってすごく可愛くて気に入ってます。これは混乱ショップで購入したこちらもダブルウォールグラスです。これすっごい使いやすくて日常的によく使ってます。均等なもので少し小さいタイプと大きいタイプ、私用と彼用で使い分けてます。シンプルで使いやすいものだったら、あとはこちらも混乱ショップで購入したグラスです。これもすごく使いやすくって、カクテルとか作る時とかも使うよね。あとはちょっとお茶飲みたい時とかによく使ってます。独身時代は可愛くて個性的なグラスを集めがちだったので、マグカップグラスなんだけど下の方にちょっと色がついてるもの、これはロンハーマンで、ロンハーマンは他にもこれを持ってるんですけど、ロンハーマンはなんかこのグラスの下の部分に色がついててちょっと遊びがあって可愛いのでグラス見に行ったりしてます。あとは結構ザラホームも季節によっていろいろ可愛い食器があるので定期的に見に行ってて、去年ザラホームで購入したグラスです。これはスムージー入れたりとか可愛くドリンク作りたいなっていう時によく使います。ちょっとグラスに柄が入ってるものとか、グラスストローですね、このストローよく使います。色が可愛いのでグラスの種類によって使うストローの色を変えたりしてます。このワイングラスもザラホームなんですけど、色で結構遊んでるものがザラホームには多いので、そういうちょっと個性的で季節感のある食器を買うことが多いです。あとはシンプルなものでいうと小さなワイングラス、これは多分Today's Special で購入しました。コースターは今はこの混乱ショップで購入したちょっと大理石調の石のもの、黒と白を使っています。あとは無印で購入できるもの。次はマグカップ類です。まずはこちらファイヤーキングのマグカップです。青とオレンジ。これはちょっとストーリーがあって、これ私が買ったものじゃないんですよ。彼と付き合ってすぐぐらいにちょっと街のヴィンテージショップを見に行った時に、彼が「わファイヤーキングだ」って言って2つ買ってたんですよ、彼が。で「よかったね」って言って見せれたら、私に1個これ入ってくれたの。覚えてる？優しいよ。そうで「ミックは青が好きでしょ」って言ってこれをくれて、その時お互い一人暮らししたので、私の家にはこれ、彼の家にはこのマグカップがあったっていうキュンとするエピソード込みのちょっと大事にしている2人のマグカップなんです。他にはマグカップは可愛いもの、可愛くてちょっと個性的なものっていうのを基本的に私は集めてて、シンプルなものはあんまりないですね。まずはスターバックスのものに関しようか。1個目はこちら。これは台湾に住んでる時に日月潭に旅行しに行った時に購入した日月潭限定のマグカップです。裏のこの柄がすごく可愛くて購入しました。これもすごく気に入ってるマグカップで、これも台湾のスターバックスで購入したんですけど、クリスマスシーズン限定のマグカップで配色だったりとか一個一個の絵柄がすっごい可愛くてずっと大事にしてます。はい。あとはこれは日本で購入したこちらもクリスマス限定のマグカップです。スターバックスではクリスマス限定のマグカップが好きなので、クリスマスの時だけ気に入ったものがあれば買うっていう感じです。こちらは H&M ホームで購入したすごく大きめのマグカップで、大きいのでアサイとか入れたりとかヨーグルト入れたりとか、そういう使い方もします。ちょっとしたミニボールとして使うことが多いです。これも結構気に入っているマグカップで、これはなんと中に陶器の黒猫がいるんですけど、こういうちょっと一癖アクセントが効いたものがすごく好きです。この目玉が可愛い
マグカップ。これは台湾で購入した多分ノーブランドだと思います。台湾の製品書店の中で購入しました。古着屋さんで購入したマグカップです。この絵柄がすごく可愛くて気に入ってます。次は、ティーカップ類なんですけど、お茶が好きなんですけど意外とティーカップ持ってなくて、お茶を結構マグカップで飲むことが多くて、ティーカップ自体があんまり持ってないことに気づきました。で、一番お気に入りなのがこのスタジオ M のカップ&ソーサーです。フォルムとブルーベリーのこの柄がすごく可愛くて気に入ってます。これ特別な日に使いますね。あとはこちら、これは無印で購入できるんですけど、透明のカップ&ソーサーなので、ドライフルーツとか入ってる紅茶だったりとか、色のある紅茶、青いバタフライピーティーとか、そういうのを飲む時はこういう透明のグラスに入れると中のお茶の色が見えてすごく可愛いので1個持ってます。お茶用の湯飲みドゥセーっていうところで購入したもので、この下のお茶受けはちょっとどこで購入したかわからないです。あとは、タンブラーですね。使ってるのはこの2つです。これどっちもディーン&デルーカのもので、こっちは全然日本でも買えると思うんですけど、これは多分ハワイ限定だったかも。ハワイで購入しました。たくさん飲みたい時はこっち、ちょっとでいいなっていう時はこっちっていう風に使い分けてます。次は、茶器類をご紹介したいと思います。まずはこちら、これは TWG で購入した南部鉄器です。台湾のその TWG のお店がすごく大きくて、そこによく通ってたんですけど、この南部鉄器の形と色がすごく私たち気に入って購入しました。結構重たいんですけど、ちゃんと置く台もあってかっこいいです。見た目がすごく。で、もう一個 TWG で購入したティーポット、 TWG のオリジナルの、ティーポットです。不思議な国のアリスをちょっと思い起こすような色味がすごく好きで購入したんですけど、この TWG オリジナルのポットは日本の TWG では取り扱ってないので、これ買ってきてよかったなってすごく思います。あとは、日常使いでガシガシ使ってるのはこのハリオのティーポットです。これは、割れない急須っていうものなんですけど、樹脂でできてる、ガラスじゃないんですよ。これガラスじゃないので落としても割れないし、ちょうど1人用のお茶が入れられるのと、場所はあまり取らないっていうところが気に入って独身時代に購入しました。今でも1人でお茶を飲みたい時とかによく使ってます。あとはこちら、これは最近よくご質問いただくんですけど、これは台湾茶とかウーロン茶を飲む時に使用する茶器です。これは台湾の中山の街中にあるお茶屋さんで購入したんですけど、これとなんとこれはセットで小さなグラスっていうのが6個ついてたんですよ。絵の部分が色が6色全部違くて、セットで入ってて 2,3000 円でセールになってて、もう可愛いってなってすぐ買っちゃいました。ノーブランドみたいです、これは。なので、どこで買えるかブランドはわからないんですけど、でも私イングに行った時に同じような茶器セットを、見かけたので、台湾に旅行に行かれた時とかに路面店とかイングっていうなんかいろんな食器とかグラスとか、あと陶磁器とかが置いてある場所とかに似てるのが売ってたりするので、ぜひ旅行の際とかに探してみてください。ポットを使わないで、お茶を飲む時に使うもの、まずはこちらティーストレーナー、葉っぱの形をしてるんですけど、こうやってマグカップに置いて、ここに、茶葉を入れるだけで1杯分のお茶ができます。他にも、猫ちゃんのティーストレーナー、フライングタイガーで購入したハートのティーストレーナー、こういうのがあるとポットを準備しなくてもサクッとお茶が飲めるので便利です。次は食器類をご紹介したいと思います。食器は結構台湾から帰ってくる時に結構割れてしまって少なくなってしまったし、あんまりたくさん持ってないんですけど、ご紹介していきたいと思います。まずは大きなお皿類から。パウンド富士で購入した、大皿です。シンプルだし使いやすいので、2つ持ってるんですけど、ワンプレートでいろいろ乗せて食べたい時とかによく使ってます。こちらはザラホームで購入したお皿です。よくパスタとか食べる時に使ってます。パスタが映えるんですよね、こういう黄色いお皿を使うと。あとは、クレート&バレル
で購入したお皿です。これ結構深さがあるのでパスタ皿にも使えるし、ちょっとスープ系の、食べ物とかにも使えて結構便利で、とっても素敵なお皿です。こちらもちょっとしたおかずを入れる、これもパウンド無地で購入したもの。あとは小さい小皿で、これはちょっとどこで買ったかな、おそらくドゥセーかな。これはお気に入りのスタジオ M のお皿です。朝食の時とか、あとはケーキ食べる時とかに使うとすごく可愛いです。これはダブルデーのもの。これザラホームのもので、これは多分野菜シリーズみたいな感じの食器なんですけど、これは多分ねキャベツの葉。こういう涼しいお皿の上にはなんか夏の、料理とかをのせると可愛いのでよく使ってます。お茶碗皿はこれ無印かな。お味噌汁を入れるお椀もこれは無印。ノーブランドのちょっとした小鉢とか、ちょっとしたものを入れる小皿類は白で持ってます。あとは、ナチュラルキッチンで購入した、グラタン皿かな。こんな感じで、あんまり食器は統一感がなくちょっとずつ増やしていきたいなって思ってるとこですが、結構黄色系の食器が多くて料理が入るなっていうところで、結構黄色っぽいお皿を好んでチョイスしてます。最後にキッチン用品を紹介したいと思います。キッチン用品はたくさんあるので全部紹介しちゃうと長くなってしまうので、よく質問いただくものだけ、ご紹介したいと思います。まずはこちら。これが一番、よく質問いただくんですけど、こちらは、台湾で購入したガラスのやかん。これすごく気に入ってて、ガラスなんでお湯が沸いてるところがとっても美しいし、あとはこのポットの好きなところは蓋の部分に温度計がついているので、自分の温めたい温度までお湯を沸かすことができるっていうので機能的ですごく気に入ってます。このポットのところにメモリもあるのでとっても使いやすいです。日本からは買えないと思うんですけど、台北にもお店があるし、先ほど話したイングーにもお店があるので、こちらで購入することができます。だいたい1万2000円ぐらいだったかな。直火も IH もいけるポットです。よく質問があるこのカッティングボード、プレート&バレルで購入しました。ここに足がついてて滑り止めがついてるので、料理してる時にまな板がずれることがないのですごく気に入ってて、あと大きいのですごく気に入ってます。木なんですけど洗った後もすぐ乾くのでとっても便利です。包丁は静刃物製作所の三徳包丁ゆりです。これは私が独身時代から持ってるものなんですけど、すんごい軽いんですよこの包丁が。でこれは女性のために作られた包丁で、持ち手がスリムなので小さな手でも握りやすいっていうので、それが気に入って購入しました。これすごくよく切れるしとっても気に入ってます。こちらもよくご質問いただく、こちらビジョンのものです。でこれは、2.5 リットルの大きいものと、あとは1リットルのソースパン2つ持ってます。見た目の可愛さで思わず購入してしまったお鍋なんですけど、このお鍋でお米も炊いてます。特にお米を炊く時にどれぐらい今お米が炊けてるのかっていうのが可視化できるのですごく便利です。ちょっと重いので洗い物はしにくいんですけど、見た目と中身が見えるというところが気に入って、使ってます。あとはこちら、クレート&バレルで購入したボール5個セット。これマトリョーシカみたいにいろんな色のサイズ違いでボールが入ってます。竹でできた素材のエコボールです。こちらもよく、ご質問いただく、かなり使用感があるんですけど、これは網焼きですね。これは、ダブルデーで購入しました。うちにはトースターがないのでパンを焼く時とか、あとはお餅を焼く時とか、そういう時によく使ってます。そして最後、ジューサーですね。ジューサーはこのビタントニオのものを使ってます。スリムで場所を取らなくて、ちょうど1人分ぐらいのサイズのジュースを手軽に作ることができるので気に入ってます。ビタントニオのジューサーすごく好きで、これは2台目です。これが私の今お家にある食器やキッチン用品です。ご質問を本当にたくさんいただいたので、こうやってまとめてご紹介する機会を作りたいと思い、今回このような動画を作ってみました。20代の時に揃えた食器が多いので、その時にちょっとピンときたものを
手当たり次第集めている感じだったので、統一感っていうのはあんまりないし、セットで持っているものっていうのはないんですけど、その今までのものも大事にしつつ、2人暮らしなので対のものだったりとか、あとは作家さんのものとかで気に入ったものがあれば少しずつ集めていって、キッチン用品とか食器を充実させていきたいなと思ってます。なのでこれからもまた新しい食器だったりとかキッチン用品購入したら皆さんにご紹介していきたいなと思いますし、何か都度ご質問ありましたらコメント欄にコメントいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ミックでした。